中華そばが美味しいので、この昔ながらの味。今日ここの焼肉はな、ほんまに美味しいんよ。よろしくお願いします。あのところ行っても一緒で暑いでしょ、この。うちが今ラーメンスープの出汁を取る。デミグラスも牛すじから出してるから、まあ今まで作ったんだけど、そのストックを刺して元をで今溶かしてで足していくって感じ。これも理由があるんよな。やっぱり豚バラだから油が多いじゃん。下に乗った時に蒸発するじゃん、風味って。それが広がった方が風味は断然する。包丁かね、これも包丁もさ、52、3年使ってる。親の代からだね。ザクザクって切れないもん。チャーハン。もういいんじゃないか。
決まったメニューを頼むんですか？大体決まってる。でもどうして和光亭さんに来られるんですか？やっぱ美味しいからだな。このお客さんこれよく頼まれるなとかって分かるんですか？だんだん固定してくるよ、食べるもの、自分の好きなやつ。たまに変えるかなみたいな。ここら辺って激戦区ですよね、飲食。今多くなった、すっごいチェーン店もすごい出てきて、でうちの親の時はもう40年前ぐらいだけど、僕はもう本当ポツンポツンみたいな。店長常連のお客さんなんですか？20、30年クラスですかね。40年も40年クラスですかね。知らないから。俺にちょっと失礼ですけど、40年前っておいくつぐらいの頃から来られてますか15もうそこ世代はもうね、中学高校からずっと。もう常連です。あんまり無理だと手にくになるね。そうなんですよね。味噌ラーメン、固めとご飯。
さん。ハラミ。これが1等分ね、こういう状態でついてて、ここについてるのがサバ。合わせて全てをハラミっていう扱いにはしてるけどね、一応部位的に引き伸ばして取ってもいいんだけど、こうなるとちょっと身がね割れちゃうので、うちはもう包丁を沿わしていく感じですね。あまり浮きすぎるとね、油が美味しいところは落としすぎちゃうので残しておく。これをデミグラスに使ってる、だしとして使ってるんですか？これ、どうしてもこういう形だからなかなか商品で出せれないから、だしで使ってる人とかもいると思う。無駄は本当出さないなって感じ。私は鶏もさばきをだからな、ここで鶏も丸鶏です。丸鶏。うちの親父はさばきをってさばきは習ったけど、今ってさばいた方が安いの。昔はさばいてないやつの方が安かった。わざわざ丸で取った方が高くなっちゃうから、あんま意味ないじゃんっていうのでもうやってないけど、ラーメン屋らしいこと将来見てもなでもこのそれよりでもこれをステーキで出しようかな、いったところは。父親がもともとバーベキューソースを作ってたから、ラーメンだけでもね、自分が覚えたやつの中で、焼肉もできるからっていうことで焼肉を切らしたんです。で、それをついで焼肉も好きな人がおるんで、常連さんがおるから、ずっと引き継いできたって感じですね。焼肉するんですよ。焼肉もやっぱ結構あるんですか？ちょこちょこね、やっぱりね、知ってる人はね、美味しいの知ってる人はね、待ってからやってください。焼肉の場合は事前に予約の方がいいですか？いや、人数が多い時と、あとここでする場合はやっぱり言ってくれた方が確保しやすいんでね。ここでしない時もあるんですか？カウンターでやる場合はね、もうすぐですけど。
で下が入れるここの焼肉はな、ほんまに美味しいんよ。ここの焼肉の。ほいでな、美味しいって言ったらかつてとんかつ定食かな。昔から歩いたとんかつ定食だな。あ、お願い役でザクザクザクしてね。そがのもするわけで。はいはい。ちょっとあったと、いや、ね。はい、わかりました。ありがとうございます。これは何のお肉なんですか？これが下がりですね。ありがとうございます。わしもちょっと今日言葉遣いええよ。それはね、もうちょっとしてね、45年で、45年になれへんか。平のに620円だったら350円で足してみいよ、おめえ。作れますね。みーちゃん、お前すいません。みーちゃん、また。毎年毎年ね、去年の10月末。たまによな、でも今は。そうですね、ちょっと自己して。昔は結構太ったけどね。お店のどんなところが好きでよく来られるんですか？この昔ながらの味。まあ、体気をつけて、一緒に。ありがとうございました。
これは何て言ったら作っていただけますか？ご飯と目玉焼きって。もう目玉焼き単品でも頼めるし、ラーメン頼まれるんだったら和光定食という形でご飯、目玉焼き、中華そばでつきますから、そちら頼んでくれたら。大体好きな人はタレがけをして食べる。店は、はい、よく行きます。少し遅めですかね。9時とかそれぐらいの時間に行きますね。他のお店って開いてるんですか、その時間って？空いてないですね。中華そばが美味しいのでおすすめですね。ありがとうございました。一日。気をつけて帰ってください。ご注文ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて、ありがとうございます。